皆さんこんにちは。今回はこちらの100円ショップで購入した毛糸で1玉で編んだヘアバンド、ネックウォーマーにもなるヘアバンドをご紹介します。隅は細編みで編んで、真ん中は方眼編みで編んでいます。この真ん中の方眼編みをもっと糸を増やして編んでいくと帽子にもなります。真ん中をねじって、使うようにしたいと思います。後で、また作品をご紹介します。では編み方を紹介していきます。今回はこちらのセリアさんの糸で編み方をご紹介していきます。パブロという糸で小物作りにおすすめですというふうに書いてあります。この糸はカラーナンバー2番で、アクリルとナイロンの段染めの糸になります。最初は、鎖目から鎖の作り目で編んでいきます。一回このように絞ってから、鎖を89目編んでいきます。はい、鎖を89目編んできました。もしサイズを変えたい場合は3の倍数プラス2目で、調節してください。そしたら、この鎖を輪にして、そしてこの最初の目に糸を引き抜きます。その時この鎖がねじれないように確認しながら糸を引き抜いてください。はい。そしたら、次から細編みを編んでいきたいと思います。ここで一回立ち上がりの鎖目を編んで、そしたらこの最初の目が分かりづらいんですけど、この鎖の裏山のこのポコッとしたところの裏山を拾って細編みを編んでいきます。この最初編みづらいんですけど、このように編んでいきます。通常は作り目と、編み地の目と針を変えて編んでいくんですけど、今回同じ号数で編んでるので、どうしても最初のこの1段目の細編みが編みづらくなってしまうと思うんですけど、ちょっと頑張って編んでみてください。89目細編みを編んできました。そしたら最初の目に
糸を引き抜いてギュッと締めて、これで1段目が編み終えました。あと2段、細編みを3段全部で編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、最初の目から細編みを編んでいきます。3段目まで普通に細編みを89目編んでいってください。すみません、最初のこの、鎖の作り目の糸端一緒に、1段目を編む時に編み入れていった方が良かったと思いますので、編まれる方は1段目この最初の作り目のとこの糸端をこの細編みを編みながら編みくるんでいってください。はい、このように3段細編みで89目編んできました。そしたら4段目からは方眼編みを編んでいきたいと思います。立ち上がりの鎖を3目編みます。そしたら続けて2目鎖を編みます。全部で2、4、5目鎖を編んだら、1目目と2目目1、2目飛ばして3目目に1、2、3目目に長編みを編んでいきます。はい、長編みを編んだらまた鎖を2目編んで2目飛ばして3目目に長編み、鎖を2目編んで下の2目を飛ばして3目目に長編み、これを繰り返し編んでいきます。3目目に長編み、3目目に長編み、こういう感じで編んでいってください。はい、最後のところに来ました。長編みを編んで鎖を2目編んだら最初のこの立ち上がりの鎖3目目のところにこのように針を入れて、鎖になってる1目と裏山ポコッとしたところのここの裏山をこの2本を拾って糸を引き抜きます。はい、これで方眼編みの1段目が編み終わりました。そしたら、同じように立ち上がり鎖3目、続けて鎖2目編んで、今度はこの長編みのところにまた長編みを編んでいくという形で繰り返し編んでいきます。2段目からずっとこの編み方で編んでいってください。鎖2目編んで長編みの目の頭に針を入れて長編みを編んでいく、この編み方を
繰り返していってください。またこの、最後に来たらこの立ち上がりの3目めのところに糸を引き抜いて編んでいってください。はい、そしたら、方眼編みを1234567段編んできました。そうすると、ここまでで幅がだいたい、10センチ11センチぐらいになると思います。で、糸もあと1玉の場合はこのぐらいで編み終わる感じになってますので、1玉で編み終える場合はここでまた細編みに戻りたいと思います。ここで立ち上がり1目鎖を編んで、この長編みのところに、針を入れずに次の鎖2目のところの、1目目、この鎖1目のところに針を入れて細編みを編んでいきます。この、鎖のところに、針を入れ方は自由でいいと思うんですけど、この、上のこの鎖になってる部分をこう2本拾ってもいいですし、このように、鎖の半分と裏山のこの、1本を拾って細編みを編むでもいいと思います。この長編みのところはこの鎖になっている部分を2本拾って細編みを編んでいきます。鎖のところ2目細編み、長編みの頭細編み、鎖を2目細編み、長編みの、頭に細編み、このような感じで細編みを89目編んでいってください。はい、このように89目編んできたら最初の目、これが立ち上がりの目なので、この立ち上がりの横のこの鎖のところの最初の目に針を入れて糸を引き抜きます。ちょっと絞って、そしたらあと2段細編みを編んでいきます。同じように立ち上がり鎖1目編んでからこの最初の目に針を入れて細編みを普通に編んでいきます。あと2段このように細編みを編み進めてください。はい、このように細編みを3段編み終えました。糸端はもうこれだけで終わってしまうぐらいで、1玉使い切って終わりました。そしたらこうなってた、針を引っ張ってこの糸端を抜いて
そして、とじ針で糸始末をしていきます。これはキュッと、引き抜いたところを絞って、そのまま裏側に針を入れて適当に縫い付けて、始末してください。このように戻る感じで、ちょっと色が紫なので戻る感じで始末します。はい、このようにこの編み始めの方も同じように裏側に糸始末してください。こんな感じで出来上がります。反対側も同じように。そしたら最後に、裏を表にして軽く形を整えるようにスチームを当ててください。はい、アイロンを、裏側から浮かせながらかけて完成しました。これが1玉分の、編み地になります。平置きで25センチ前後、縦が12センチ前後になると思います。方眼のところの部分は8センチ、内側が8センチぐらいになります。でこちらが、3玉使って編んだものになります。長さがだいたい45センチぐらいになります。これを裏返してここに2箇所、糸端の、玉の境目がありますが、ここの、つなぎ目は旗結びで結びました。こんな感じで編み地に針を通してからこの糸を通して、それでこんな感じで編み地に縫い込んでいけばいいと思います。はい、これで、ちょっと出てるところをカットして、こんな感じで縫い付ければいいと思います。こっちもあともう一箇所も同じように糸始末してください。そして、糸始末をしたとして、
アイロンも裏側からかけてもらって、ネックウォーマーだったらこの半分にして使用すればいいと思いますし、これは頭にかぶればターバンみたいになります。あと、裏側を一回このようにひねってから表側にひっくり返して、そうするとここが、ねじれて帽子にこのようになります。3サイズからもうレディースの M サイズの方までかぶれるような帽子になります。で3玉編んでこんだけ 2g ぐらい残っただけです。はい。1玉でもいいですし、3玉使って帽子にもなる編み方になりますので、ぜひ編んでみてください。ご視聴ありがとうございました。